はちょっと風が吹いていますが、今日私は那須に来ています。今私の後ろにあるこの建物は図書館です。那須の黒磯駅のすぐ近くにある図書館で、珍しく撮影が OK なんです。写真とかね、動画とか撮っても大丈夫というちょっと珍しい図書館で、しかもデザインもとっても可愛くって、で今日は平日なんですけれど、もうすでにね、朝からたくさんの方が静かに本を読んだり、あとは中のねカフェでちょっと食事をしたりしていらっしゃいました。はい、私も少しねあそこで休憩をしました。で、今回はこの那須を1泊2日で旅をします。さて、ちょっと駅前を散策しましょう。あそこの明治屋という和菓子屋さん、なんか有名みたいね。来る前にね Google で調べたんですが、とっても歴史のある美味しい温泉まんじゅうを販売しているそうです。後で買って帰りましょう。すごく趣のある建物ですね。札幌ビール。この辺りは素敵なカフェがたくさん集まっていて、最近は街歩きをするのにいいということで、若い方にも人気があるそうです。先ほど通りがかった明治屋で温泉まんじゅうを購入しました。これはお土産として家へ持って帰りました。今回は那須板室にあるこちらの宿泊施設で湯治を体験します。湯治というのは温泉地に長期間滞在し、温泉の効能によって体の不調を整えるというものです。今回は1泊2日ですが、その湯治を体験することができます。はい、さっき夕食を食べて自分の部屋に戻ってきました。今からさっきいただいたお灸を試してみようと思います。これさっきね、マッサージをしていただいた時に、こういう、レシピというか、ここをマッサージするといいよとか、お灸を置くといいよっていうねのをいただいて、でこの首はねちょっとお灸はできないんですが、この手のところは自分でねお灸をすることができるので、ちょっとやってみます。初めて自分でやりますが、こういうなんか簡易版のお灸があって、でこれにこのチャッカマンで火をつけて、そして後ろのシールを剥がして貼る。そしてここに貼るという方法です。初めてなのでどんな感じだろう。なんかお灸ってすごく熱いイメージがあるんですが、どうなんでしょうか。なんか熱くなったら取ってくださいねって言ってましたが、ちょっと皆さんはこういうお灸ってやったことありますか？私初めてで、なんかちょっと線香みたいな、短い線香みたいな感じですね。今火をつけました。でここの下を取って、そして貼る。はい、貼れました面白いね。でこれで下までこれが燃えるまで置いておきます。なんか日本語でお灸を据えるという言葉があるんですけど、聞いたことありますか？お灸を据える。お灸というのはこれのことです。お灸。本来の意味はこのお灸を必要なところ、壺とかにこう置くことをお灸を据えると言うんですが、そこからねこう意味が転じて、何か悪いことをした人、特に子供とかねに対して非常に厳しい言葉で、それを注意するとか、あとは何かこうちょっとした罰を与えるとか、そういうのをお灸を据えると言います。はい、そのお灸を据えるっていう慣用句のね元のお灸はこれです。今もう3分の2ぐらいもう燃えましたね。燃えて白くなってます。
ちょうどいい暖かさ。本当はね、なんかこの肩とかに置きたいけど、さすがにちょっと後ろ見えないし怖いですよね。やめておきますが、ちょっと手だけね。あと他にお灸を置くといい場所ってあるのかな。手のなんかこの腕とかね、私パソコンによく使うんですが、なんかこうマウスでこうクリックとかしてやっぱり右手をよく使うんですよ。でこの辺の筋がねちょっと硬かったりする。こういうとこ置いてもいいのかな。このレシピには書いてないから勝手に置くとどうなのかちょっとわからないのでやめておこうか。なんかこう右手にお灸を据えているとスマホを触らないのでいいですね。なんかもう現代病なのかわからないけど、なんかちょっと暇があったらスマホでなんかメールチェックしてとか、なんかインスタ見てとかこうしがちですけど、なんか右手にこうやってあると何もできないからデジタルデトックスになっていいかもしれません。牛乳パックみたいな。那須塩原は生乳の生産が本州一、日本全体で見れば北海道が1位なんですが、北海道を除くと那須が1位だそうです。ここから車で30分ほど移動します。那須ファームビレッジに到着しました。はい、今私は栃木県那須にある那須ファームビレッジに来ています。この紅茶とそれからかわいいソフトクリーム馬の茎付きを注文しました。はい、こちらのファームはですね、那須の大田原にあります。でこちらは保護馬の活動をされている、ファームでして、例えば競走馬とか乗馬クラブとか、そういったところで例えば怪我をしたとか年を取ったとかいう理由でもう引退せざるを得なかったそういったお馬さんたちの、保護の活動をされている場所です。で今日はね後で私も馬に、乗る体験を予約しています。途中で写真を撮ってくださるそうなのでまた後でねちょっと写真をお見せできるかと思います。はい、こんにちは。かわいいね。ご飯中だね。乗馬体験中は動画の撮影ができないのでスタッフの方に写真の撮影をお願いしました。本当に優しくて可愛らしいお馬さんで癒されました。こちらの施設では最近保護猫活動にも力を入れていらっしゃいます。ありがとうございます。すごい本当に青空みたい。ここはあと1ヶ月もすれば桜並木になるそうです。すごいね。綺麗でしょうね。はい、今私新幹線の駅に戻ってきました。今回の動画いかがだったでしょうか。1日目はね那須の黒磯でカフェを巡ったりちょっと散歩をしたりして、そしてその後は板室温泉へ行きましたね。あそこも本当に素晴らしい施設でした。湯治ができるところですね。そして今日は那須塩原駅から車で約30分かけて那須ファームビレッジへ行ってきました。そこでね乗馬体験をしてきました。本当にいずれも素晴らしい場所で、特に最後に訪れた那須ファームビレッジというところは保護馬活動をされている施設で、競走馬とかあとは競技の
お馬さんたち、そして乗馬クラブのお馬さんもいたのかな。引退したりとか病気になったりとか、いろいろな理由で飼えなくなったお馬さんたちを保護している施設です。あちらでね売られている商品とか、あとはカフェの売り上げなんかもその保護馬の活動の一部に充てられるそうです。皆さんもね、もしこの辺りのエリアを旅行する機会があったらぜひ訪れてみてください。では今回の動画はここまでで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。